5インチの携帯ゲーム機といえば何でしょうか？なんだろうか？そうですね、プレイステーションビタですね。そうなの？今回紹介するアンバーニック RG505 はめっちゃ簡単に言うと、ビタの有機 EL 液晶互換品を使って OS に Android を搭載したコントローラー一体型の携帯ゲーム機です。どもども吉田です。今回からアシスタントをしますコスパ大好き山田です。てか普通に考えて5インチで OS が Android ならスマホにコントローラー装着した方が良くないですか？スマホの方が画面も大きいし、コスパ良いじゃん。型落ちスマホだったらアンダー1万円で買えるし、あとどう見てもこのビジュアルはスイッチライトオタク。全然わかってないね。やはりゲーム機として作られたものとスマホでは全然違うんですよね。具体的には何が？例えばキーマッピング機能がシステムに組み込まれていたり、最近のスマホのアスペクト比が21対9くらいなのに対して RG505 は16対9なので、よりゲームに適した画面サイズなんですよね。確かに、最新の PS5 でも16対9だもんね。なのでエミュレータ専用にしてもいいし、PSP の2倍の解像度なので、ピクセルパーフェクト、つまりくっきりとしたドットで遊べたり、専用のランチャーが用意されていたり、スティーンリンクでストリーミングプレイしてもいいし、YouTube 見ても良いしと、幅広い使い方ができるのが Android 端末の面白さです。なるほど、ちょっと気になってきたぜ。Android ゲーム機。ではこんな感じで見ていきます。まず開封しながら本商品のスペックについて触れていきます。金額はアンバーニックオフィシャルストアにて21,999円プラス送料1,699円イコール23,698円。2万円オーバーかスイッチライトよりも高いね。そうだね。でも、本端末に搭載されているチップセット T618 は格安タブレットなどによく搭載されているもので、リトロイドポケットさんや今後発売予定のポーキ DX28 にも採用されています。Android タブレットに搭載されてるって言われたら、そこまで高く感じないね。性能的には Android アプリで言うと原神が遊べて GC や PS2 のゲームがタイトルによりますがそれなりに動く程度。さっき言ってたリトロイドなんたらとかとの違いは何？他メーカーとの大きなアドバンテージはビタ初期型の有機 EL 液晶互換品を搭載していることです。これによる発色の良さ、そして PSP を遊ぶ際にピクセルパーフェクトで遊ぶことが可能となります。ピクセルパーフェクトはロマン。デメリットとしてはアプリストアの Google プレイ非搭載が挙げられますが、それはマジでデメリットじゃん。そうなんだよね。いわゆる有料アプリが使えない。でもアンバーニックさんに聞いてみたら、ファームウェアアップデートでの対応、そして製品版では初期搭載されてるとのこと。ちゃんとアップデしてくれるのいいね。段ボールを開けてみるとケースが付属していました。今回はシルバー黒赤と見たことのない配色のケースで、ちょっとテンション上がります。大体こういうゲーム機のケースって黒だよね。箱はこちら、見てください。なにかなり薄いね。薄いのにも驚きますが、いつもの線画デザインではなく、様々なハードのイラストが描かれています。この時点で気合が入っているように感じました。内容物はこちら、本体、USB-C ケーブル、保護ガラスフィルム、説明書です。保護フィルムを買う必要ないのはありがたいね。では外観をじっくりと見ていきます。今回は3色展開、ゲームボーイ風グレーイエローグリーンの3色で、私が選んだのはイエローです。なんで黒出さなかったの？汚れが目立ちにくいし、落ち着いててよくない？まあアンバーニックなりのチャレンジなのかな。プラスチックシェルの質感としては文句なしのクオリティ。つるっとはしていますが光沢感のないマットな仕上がり。明るめな色だしチープ感強くないかな？安っぽさはそこまで感じません。重さはどうかな？大きさ、厚みに対しては軽く感じますが、初期ビタよりも 30g 程度重い 286g です。重くは感じないかな。スイッチライト風の色味ではありますが、ボタン配置は十字キーが上でアナログスティックが下なので、レトロゲームをより遊びやすい配置となっています。十字キーをメインで使う人にとっては良いね。中心揃えで見た目重視って感じかな。右側には ABXY ボタン、スタートボタン、その隣に電源ランプ、左側には十字キーとセレクトボタン、その隣にはマイクって電話でもするの？左右下にアナログスティックが配置されています。無視するじゃん。また、RG503 と同様、液晶の下部分に大きくベゼルが取られています。ちょっとやぼったいね。これはビタの液晶を採用していることに起因していそうです。確かに、ビタも画面下側が大きいもんね。背面にはアンバーニックロゴとモデルの説明、滑り止めグリップが左右についています。手に持った時とテーブルに置いた時の滑り止めかな？上側面には左から L1L2 ボタン、イヤホンジャック、充電用 USB-C、R1R2 ボタン、下側面には左右にスピーカーの穴があり、左側にマイクロ SD スロット、真ん中に電源ボタンがあります。左側面にはボリュー
ムボタン、右側面には戻るボタンとファンクションキーがあります。大体同じ画面サイズのリトロイドポケット3。本端末より大きなスイッチライトと比較するとこんな感じ。なんでか結構大きく感じるね。右側がリトロイドポケット3です。ベゼルの大きさにより高さ方向に大きくなっていますが、それよりも手に持った時に強く感じるのは厚み。厚みは実測値で 18.9mm。なんかごつく見えるな。でも薄くなればなるほど、グリップ感や放熱性能などは下がるので、このあたりは遊ぶゲームの種類でだいぶ体感変わりそうです。では操作性を見ていきます。ある程度厚みがあるおかげでグリップ感は担保されています。レトロゲームなど、十字キーでゲームをプレイする分には特に問題ないように感じます。でもこのボタン配置だとアナログスティックの位置が下に寄りすぎてて結構遊びにくそうじゃない？ L に R にボタンに指を引っ掛けながらアナログスティックを操作する使い方だと親指がつりそうになるね。ボタンは安定して良い押し心地ですが、シェルの関係なのか若干軽めというか押した時の音がシェルの空洞に響くような音でちょっとチープに感じます。十字キーも同様に若干柔らかめに感じますが入力には全く問題なく、アナログスティックはいつも同様スイッチクローンのようなものが使われています。アナログスティックの位置、というかボタン全体の位置がもう少し上だとよかったね。前に出た端末でも同じような印象を持ったことがあるから、ボタン類は中心で揃えるのがアンバーニックなりの美学なのかもね。確かに、見た目のバランスはすごく良い。では画面を見ていきます。電源をつけた瞬間に思いました。さすが有機 EL。発色が非常に良く、黒や白が綺麗に表示されます。確かにこれはこの端末ならではの良さだよね。強いて言うなら、輝度が最近のスマホほど高くない気がするね。いや最近のスマホの輝度が高すぎるだけなんじゃ。輝度がちょっと不満だった RG353M よりも明るくて、普通に満足です。比較してみると左がリトロイドポケット3、右が RG505。RG505 は PSP の倍スケールの解像度なので完全にピクセルパーフェクトで遊ぶことができます。ピクセルパーフェクトって何？ピクセルパーフェクトはドットの正方形を崩さずに表示することだよ。PSP やりたくてピクセルパーフェクトにこだわる人はどう考えても RG505 一択です。そんなん画面大きくて綺麗だったら何でも良くない？ブラウン管ってそもそもくっきりしたピクセル表示じゃなかったし。いやいや、全然わかってないね。ドットが崩れてるだけでげんなりしてやる気がなくなっちゃうんだよね。そもそもブラウン管のピクセルの表示とは違うものの正方形が崩れるっていうのは全く違う問題。あとスピーカーは、シェルが大きいおかげなのか、それともプレミアムステレオサラウンドとスペック表に書いてあるように、ある程度良いスピーカーを採用しているのかはわかりませんが、スピーカーの音質は良いように感じます。しっかりと左右で音が割り振られているように聞こえて、音量を上げると響き方がダイナミックな感じに聞こえるね。では使い方について解説していきます。基本的には Android スマートフォン同様な使い勝手で使用することができます。アプリやエミュレータは初期設定で導入済みですが、細かな設定などは自分で行わなければならないため知識と調べる力が必要です。例えばストレージを設定したり、パーミッションを許可したり、慣れてないと結構難しいかもね。あと頭に入れておいてほしいのが、Android はこの端末に限らずシステムレベルで遅延があり、アクションゲームやリズムゲームをよく遊ぶ人は気になるかもしれないので留意しておきましょう。これは Android端末を使う以上逃れられない運命だね。ちなみに私はアクションゲーム遊んでても別に気にならないです。問題点としては記事執筆時点での初期ファームウェアでは日本語対応しておらず、インターフェースが英語表記となってしまっているので注意が必要です。完全に日本語で使いたい方は頑張れば日本語に設定することもできますが、基本的に困ることはありませんし、アプリによっては初期設定で英語になっちゃうことが多いけどね。どちらにせよ今後のアップデートで使えるようになる可能性もあるのでそのまま使うのが良さそうです。このような端末はいわゆるエミュレータアプリが初期搭載されています。そもそもエミュレータって何？違法じゃないの？エミュレータっていうのは、レトロゲームを別のハードで動かしたりできるようになるアプリのことで、めっちゃ簡単に言うとレトロフリークとかもエミュレータだし、スイッチのアーケードアーカイブス、ファミコンミニなどもエミュレータです。なるほど。どうやって遊べばよいの？遊ぶには、吸い出し機ダンパーが必要になってきます。プレステ1とかだったら DVD リーダーと PC だけで吸い出すこともできるので、遊びたいゲームの吸い出し方法を調べながら行う必要があります。なるほど。吸い出して売っちゃえば格安でゲームを遊べるってことね。所有していないゲームの複製は違法だから注意してくれよな。承知しました。プリインストールされているエミュレータアプリ一覧はこれ。このようにアプリがプリインストールされています。すごいたくさん遊べるんだね。使い方は各エミュごとに異なるので、一つ一つ調べながら使う必要があります。とりあえずエミュで遊びたい場合にはどうすればいいの？エミュ機として使いたい場合には、右側面にあるファンクションキーを押すとこのランチャーが立ち上がります。これはいわゆる従来の Linux エミュ機のようなインターフェースで使えるようになるもので、要するに、フォルダの設定のみ行えばゲームが一覧で表示されます。もう一度ファンクションキーを押すとデフォルトのホーム画面に戻ります。なかなか面白いギミックだね。で、結局どんくらいの性能なの？これ、そう聞かれると思ったから、アンツツベンチマークを測ってみました。アンツツバー 9.5。
2のスコアは、総合スコア21万、4742、GPU スコア4万、2965。総合スコア的には、スナップドラゴン820、665あたりの性能でしょうか。で、結局どんくらいの性能なの？これ、スコアだけ見てもわかんねえよって人のために調査テストをいくつか行いました。とりあえず PS2 をいくつか遊んでみましたが、キングダムハーツではたまに処理落ちするな。くらいで、個人的には全然許容できるくらいには遊べます。結構良い感じじゃん。他ゲームキューブも風のタクトは問題なく遊べるレベル。3D ゲームが携帯ゲーム機で遊べるってのはかなり面白いね。性能的に原神も遊ぶことができて、ボタンマッピングも可能で、しっかりとコントローラーに割り当てて遊ぶことが可能です。Android 版原神は早くコントローラー対応してほしいね。マッチでそれな、コントローラー対応してるタワーオブファンタシーだと、ムービーシーンでは処理落ちするけど遊べるし、マイクラも問題なく遊べるね。コントローラー対応してるゲームでやりたいものがあれば良さそう。他にもステインリンクをインストールして、サイバーパンク2077をリモートプレイしてみました。結構問題なく遊べて良い感じです。コントローラー設定もアプリ側で可能なので、意外と使いやすいんですよね。リモートプレイだと性能に左右されないから環境があれば良いね。Xbox クラウドゲーミングも遊べました。クラウドゲームの時代がじわじわ来てる。正直な感想としては、実際に使ってみて、いわゆる金額性能のバランスはちょうど良いと感じました。必要最低ラインを確保した CPU 性能、有機 EL の発色が良いディスプレイ、質の良いシェルなど、抑えるところは抑えた端末といった印象。ベゼル幅の大きさとか本体の厚み、見た目のバランス重視で操作性が悪いのが良くないな。確かに、そこら辺が許容できれば良いモデルだね。あとカラーが3種類ともかなり明るめなものしか展開されていないので、気に入る色があれば、といった感じでしょうか。黒作って欲しかったな。個人的にはコスパや大きな画面サイズにこだわらないのであれば、RG353M を押したい気持ちです。メタルシェルは冷たくて嫌やねん。冷たくて重くて最高。